はい、こんにちは。山下夏実です。9月6日土曜日、平塚ビーチパークでね、今日はサーフィン楽しんできました。台風の影響でね、波サイズが上がってて、久しぶりにこっちの西側でね、かなりいい感じに波が炸裂してたんじゃないかなと思います。こんな感じで波は来てまして、ちょっとね、難しい波とかはちょこちょこあったんですけど、こんな感じで横から見ると分かりやすいかな。形は結構綺麗な波が多かったんじゃないかなと思います。で、どの位置からも乗れる波が多かったかなと思います。で、この満潮時間を過ぎて引き始めたあたりからはね、かなりいい感じだったのかなと思います。こんな感じで。ちょっとこの辺はパンプしながら前に出る感じとはなってますけど、しっかりね、ポジションをうまく見つけることができれば長乗りできるって感じでしたね。こんな感じで、ちょっとこれはバランス崩しちゃったからあれだけど、パンプして、一応ここから前には出れる感じ。人数が多かったからね、少し外れたピークで練習していってます。なかなか乗れる波数もちょっと少ないっていうのが正直なところではあったかなっていう感じだったので、これいいウェーブライドで、ここでちょっと前にはできりたいけど、前にできれることがある波はね、意外と選ばなきゃいけない、数は少ないといった感じだったかなと思います。適度にね、ちょっと上がってポジションとかを結構気にしながらやっていく感じです。朝一はね、テトラ側に引っ張られる流れがちょっとあってね、それがちょっと危なかったかな。気がついたら結構ね、テトラの方向に吸い寄せられてることがあったので、こういう波サイズある時の平塚はね、そういう流れが出やすくなってるので、入る際はね、しっかり気をつけてください。この辺はちょっとアウト出て待ちつつ、乗れたらこんな感じですね。これかなりいい感じだね。しっかりウェブライドも決まりそう。さあ、いい感じにトリック。これは R ープしました。で、パンプして前出ようとしたけど、ここちょっともう捕まっちゃってたからね。これは何もできるって感じでしたね、最後。惜しい。テイクオフして、ここで前出て、レール使ってターンして、ポジション戻して、しっかりここはキープしつつ、アーリー。で、ここでちょっと捕まっちゃう感じですね。でもしっかりいいところで乗れてるんじゃないかなと思います。こういうのは。悪くないと思います。こんな感じで、ちょっと速い波とかはあったんですけど、こういうのもね、ちょっと位置取りがね、やっぱ読みづらいっていうのもあったんで、こうちょっとうまくピック探しながらって感じです。結構移動しながらね、このテトラ寄ったり右の方行ったりとか、その辺確認しながらやってます。ウェブライド。これいいね。しっかり長めの。で、ここでワンターン。で、降りる。で、最後スープに、だけど、しっかりワンアクション、ターンを入れる。これ悪くないと思います。テイクオフして、しっかり加速させる。ここで、ワンターンですね。今ワンターンかけて、ここで乗り切って、最後このスープでワンアクション。こういうロングライドも可能な感じです。このね、しっかり加速が置いてかれないようにね、することが重要だったかなと思います。しっかりね、そう前目に踏んであげてって感じの意識をしてました。さあ、テイクオフして、これちょっとバッティングしちゃったやつですね。ちょうどラインが被っちゃってて、向こうの人のゲットアウトのラインとちょっとね、今朝はね、逆光もきつくてバッティングしちゃってね、僕もちょっと軽く足と板のね方にちょっと壊れちゃったのが出たんですけど、この辺ちょっと気をつけた方がいいかなと思います。夏時期もう終わりかけてますけど、これから人もまだまだ多い時期だ
と思うんでね、しっかり気をつけながらやっていただければいいかなと思います。特に朝一の逆光みたいに眩しい時はね、そういうパターンが多いんで、人が今日みたいに多い日は特に気をつけて練習した方がいいかなと思います。僕も今後もまた気をつけていこうかなと思います。さて、テイクオフして、これはここでアクションかな。ちょっとターンっていうよりは一回レールで切り返す感じでしたね、これは。ターンかけるにはちょっと位置が悪かったので、レールを入れてそのままコンプリートって感じです。位置をうまく合わせていかないと、今みたいにちょっといまいちコンプリートできないパターンになっちゃうんでね。これね、思ったより加速がつきすぎてレールが最初入んなかったってやつですね。これうまい。スープに対して少しフローターで、最後スープに対してターン。ここでちょっとポジションが合わなくて、ここですね。ここでフローターして前に出て、一回これ軽くスープに当ててコンプリート。で、流れが来てるんでね、しっかり回ってアウト出てます。テトラの時はね、このテトラ裏からしっかり、この今見えてるテトラの正面からゲッターするとすごいサイズあるときはゲッターしやすいかなと思います。で、引き続きこの辺はね、サーフィン続けていってるんですけど、こんな感じでかなり人多いんですよね。ここのね、ちょうど僕も真ん中までは行かないけど、やや左の方に陣取ってた感じです。さあ、これがね、ちょっと不思議な入り方した波で、面白かったですね、これ。スキムでいうサイドウォッシュの波の入り方にですね、これうまく乗りたいところでしたね。最後ちょっとここ捕まっちゃってね、コンプリートできなかったんだけど、今の取り方すごい良かったかなと思います。さあ、しっかり加速させて、ターン、ワンターン入れてコンプリートですね、今のは。だからこの辺はちょっと小さい波も狙いつつ、まあ、これはちょっと前にできれずって感じでしたね。しっかりね、前に出たりとか、戻ってみたりとかっていうのをちょっと意識する感じです。さあ、これちょっと波が重なっちゃうけど、うまいですね。フローターして、降り着地。これかなり完成度高いかなと思います。こんな感じで、結構ね、ローカルの人たちもこっちに来て、かなりね、ビーチとしては盛り上がってたんじゃないかなと思います。さあ、これも悪くない位置、3ショビット、コンプリートですね。ナイスコンプリートだと思います。さあ、これは完全にちょっとスープ。だけど、ここでちょっと今ね、波が一瞬張り直したの分かるかなと思うんですけど、そこのね、状態のところでワンアクションかけたいなっていう狙いで結構耐えながらやってた感じですよ。そう、スープだからといってちょっとすぐプルアウトするんじゃなくて、そこのアクションを狙っていきながらって感じです。で、このちょうどテトラの横のラインまでゲッターする感じです。さあ、テイクオフして、ここですね。今、この遅れちゃったんだけど、これがちょうど今張り直した感じの波だったんですよね。さあ、テイクオフして、しっかり前に出る。ナイス加速。アーリュープ。ビッグスピン。で、ちょっとこれはコンプリートできず。もったいない。でも今の前の出方はすごい良かったですね。しっかり加速させて。さあ、テイクオフして、さあ、前で切って、これはちょっと腰落としてね、そのままコンプリートになった感じです。どうしてもちょっと板が安定しなかったんで、今のは。流れがね、きつくて、結構左右からこういう風にうねりが入ってくることが結構多かったので、難しみでした。ちょうどね、この干潮前ぐらいの時間、9時50分。この辺りからね、ちょっと予報より早く、風がね、ちょこちょこ入り始めまして、でもこの時間が一番面白い波だったかな。これが多分ベストライドなんですけど、ハーフスピンストールさせて戻して、チューブ狙いのこのライディング。これ結構ハイクオリティだったかなと思います。
で、流れがね、ちょっときつくなってきちゃってたから、逆方向ですね、さっきと。このテトラから弾き出される方向の方にちょっと流れが今の時間でしたから、この引いてきてちょっと流れの向きが変わったっていうのもあると思うんですけど、そこもちょっと注意しながらやっていった方がいいかな、平塚でやるときは。でちょっとね、難しくなってきちゃって流れもきつかったんでね、一回軽くスキム、ここでしてます。大会前の練習といった感じです。ただね、引いちゃってもうドフラットだったので、艦長のこの時間は。もう完全このトリックしか狙えないという状況でした。なんでね、ここでまた起き戻ってます。さあ、ウェブライドして、ちょっとこれは何もできず。だけど、結構最初の加速のさせ方良かったかな。ちょうど、やっぱりこの、テトラの横に張り付いてって感じです。もう、本当はね、もうちょい右のあたりがいいんですけど、ちょっとね、ピークも、被ってたので、多くの人と。なので、ちょっと端っこのように、方に寄ってる感じです、今日は。さあ、これうまいね。ちょっとボードスライド気味な、ストールというか、フローターですかね。を2回やってった感じです。さあ、これはちょっと、インサイドで待ったやつの、この、別視点ですね。フローター2回。このシフティ気味の、ボードスライド入れたフローターですね。でね、ここでちょっと、また上がってきて、この辺の時間もかなり流れがきつくなってきてたといった状況だったのでね、一回安全のために上がってきてる感じです。どうしてもね、流れがきつい時はね、無理してやると、僕の場合のスカーフィンの場合だと、帰ってこれない可能性があるんでね、リンクに。無理せず、上がりつつって感じです。で、最後にね、ちょっと軽くまたスキムしていってます。フラットの練習。ターン、コナミに合わせたりとか、トリックをかける練習っていうのを意識していってます。さあ、このエア高いね。いいと思います。で、しっかりこういう風にレールを入れたフロントのターン。最後、ショービットまで入れてます。そういうのをちょっと試しながらやっていってます。これはフロントサイド180。こんな感じで、軽くですけど、最後はスキムをして、今日は練習終わっていった感じとなりました。久しぶりにね、サイズある状態で人も多かったんでね、結構危ない条件ではあったかなと思うんですけど、いい練習できたかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。